これめっちゃいい。はつこチャンネル。皆さんこんばんは、はすこです。最近4月なのにすごく暑いなと思って、クーラーとかはつけるほどではないんですけど、車とか結構日光が出てる時はすごく車内が暑くなって、Amazon で何かいいものないかなと思って調べてたら、なんかすごく面白そうなものを見つけてポチりました。早速商品が届いたので、今から開封していきたいと思います。じゃーん、こちらです。こちらウォータークーリングマットレスパッドです。日本語に訳したら流水パッドみたいな感じですね。こう水を入れて、こう中で循環させて、マットが冷たくなるっていう仕組みです。早速開けていきたいと思います。全部広げて見ていきたいと思います。何これ、かわいいこれなんだろう、洗いゴムかな。かわいい。これコード類とメインの機械ですね。本体ですかね。バーン。はい、段ボールの中に入っていたものを一通り出してみました。こちらがそのマットで、コード類があって、でこれがこう電気でつながって本体ですね。ちゃんとね、しっかりリモコンがあったのが意外でしたね。でこれは何だろう、なんか枕ですかね違うかな。これだけ見ると、ちょっと何をするのかわかんないって思うと思うんですけど、大体のなんかイメージとしては、この機械に水を入れて、でここで冷却して冷たい水を作って、でホースにつなげて、こちらのマットに冷たい水を流していくっていう感じですね。でこの中にこうなんか循環するようなものが入っていてっていうような感じです。はい、早速ちょっとセッティングしてみたいと思います。はつこチャンネル。マットから開けます。人がね、一人寝れるぐらいのね、広さだと思うんですよね。おー。結構ね、横が、幅がパンパンかも。これいけるんかないけるかなこれなんかちょっと大きいな。すいません、多分シングルっていうかワイドの方を買っています。間違えた。でここにですね、ホースがつながる口があるので、こちらが表だと思います。なのでちょっと反対にします。広げてみました。ワイドを買ったんですけど、縦はまだちょっとこの辺に余りがあるかなっていう感じで、横はね、もういっぱいいっぱいです。こらミント、入ってこんでいいよミント。で何を落としたんだっけそう、ちょっとハスラーにはワイドはちょっと大きかったかなという感じです。こちらの機械ですね。こちらの機械を開けて水を入れていこうと思います。こちら、電源がね、必要なんですけど、電源が必要なんだったら、クーラーがあるからそれでいいじゃないかって思われると思うんですけど、これのね、何がすごいかって、5ワットで、冷却できるんですよ。電力が抑えられるんですよね。少なくできて。で、
今私ポータブル電源2種類持ってるんですけど、エアコンつけるってなると結構電力が必要で、大きいポータブル電源がないと正直厳しくて、ただこのね 5W だったら小さいポータブル電源でもいいっていうことで、その長い時間使えるっていうのもめちゃめちゃいいなと思って今回こちらを購入してみました。早速開けていきたいと思います。あと軽いです。どれぐらいの重さなんだろう。これはね 850g で 1kg もしないですね。すごくいい。はい、スペックなんですけど、消費電力が 5W で、電源はその USB にてつなげれるっていう感じですね。で、タンクの容量はここにお水は2リットルまで入れれるということですね。だいたいそれぐらいかな。はい、じゃあ早速使っていきたいと思います。初子チャンネル。やり方なんですけど、チューブがまずあることを確認して、でこのマットよりもこのチューブの取り付け位置が高くするということで、この今は段ボールの上に置いていきたいと思います。そして水循環用フィルターを開け、内蔵フィルターを水循環用フィルターに戻しますということで、これかな？これが多分フィルターっぽいですね。水循環用フィルターに戻します。ちょっと意味がわかんないんですけど、いいのかなこれで。今だってある状態ですよね。本体チューブ取り付け口に水循環用フィルターチューブを接続します。やってみよう。なんか出てきた。何これ。ここに水循環用チューブがあるからにゃーにゃーで、これをつないでいきまーす。ってみますね。ちょっとよくわかってない。はめてみました。そして次にチューブの反対側をマットの取り付け口に差し込む。ということで、こちらに次はつけていきたいと思います。しっかり奥まで差し込みました。そして次にタンクカバーを開けて中に水を入れるということで、ここかな？滑る滑る滑る滑ろう。よし。怖いな。ここだよね、オープンって。それとも、こういうことか。こう引っ張るんじゃなくて、上に押し上げるタイプでした。で、ここからちょっと穴が開いてるので、ここに水を入れます。2リットルのお水を入れます。本当にこれ2リットル入るのかなって感じですけど。勢いよくやってしまった。これなんかちょっと加減いっぱい入れちゃうと溢れるし、ちょぼちょぼ入れるとこぼれるんで結構難しいかも。ちょっと2リットルのペットボトルって意外と重い。片手で持ってるからか。よし、2リットル入りました。これ循環するので、こう外に排出とかではないので、1回入れてしまえばずっと持つので、最初だけ入れればっていう感じですね。ここに USB があるので、ここにね USB をつないでポータブル電源と接続します。よいしょ。
専用のアダプタがありますね。こちらは USB ですね。ではつなげます。こっち。そして電源を入れます。はい、では早速電源を入れていきたいと思います。リモコンでね、調整もできるみたいです。よいしょ。単4電池を2本入れますね。オン。おおお、水が流れてる。で、2番のボタンで風量調整ができます。風量調整？あ、これエアコン？あ、まあ、扇風機か。冷たい風が出る扇風機にもなるみたいですね。さっきね、水がここまであったんですけど、水がね、だんだん減ってってます。しっかり流れてますね。面白い。音もそんなに気にならないです。静音だと思います。うん。あっ、ボコボコ言ってる、ボコボコ言ってる、ボコボコ言ってる。聞こえました？めちゃめちゃボコボコ言った今。水漏れが心配なぐらいですね。あとどれだけ冷たいか。ここ分かりますか？ちょっと浮き上がってきました。プニプニしてきた。で、冷たいです。ここがね、プニーって浮き上がってきて、全体にこう水がね回ってきましたかね。道がこうできてるっていう感じです。なんかひんやりするような気がする。そしてお水がね、だいぶ減ってきましたね。もう水がね、循環してないので、もしかしたら終わったのかな？まあ浮いてるから終わったのかもしれないですね。はい、それでは早速寝てみようと思います。今ね、手で触った感じだけではめちゃめちゃひんやりするっていう感じはないんですけど、こうちょっと寝てみて、そのマットと接する面積が大きくなった時にどれぐらいひんやり感じるのかとか、ちょっと柔らかさとかいろいろ見ていきたいと思います。冷たい、めっちゃ冷たい、めっちゃ冷たいすごい、すごい、めちゃめちゃ冷たい。全然違う。そしてここに扇風機がついてて、冷たい風も同時に来ます。めちゃめちゃいいかも。よく夏場とかって冷たい氷枕とか冷凍庫に入れておいて、でその上でこう枕とかにして寝るじゃないですか。本当にそういう感じの、こんなに薄くて柔らかそうに見えるのに冷たくてひんやりします。マットも冷たくて扇風機がつくっていうのがめちゃめちゃいい。一石二鳥みたいな感じです。これめっちゃいい。エアコンだと消費電力がかかって、夏場の車中泊って朝起きたら暑くて起きるみたいな、エアコンが切れてて起きるんですけど、これはもうずっと多分消費電力少なく循環できるので、なんで早く気づかなかったんだって感じですね。今マットありですごく冷たくてひんやりした状態で寝てみたんですけど、次はマットなしでちょっと寝て比較したいと思います。シングルだったらこれぐらいのサイズかなと思います。じゃあ寝てみます。よいしょ。全然違う。まあこれは当たり前なんですけど、暑い。自分の体温を感じますね。よし。気持ちいい。循環でずっと回ってるとは思うんですけど、めちゃめちゃ冷たいなって思う時と
普通にひんやりしてるなっていう時があります。それはやっぱなんか水がその循環してるので、常にその水がずっと冷たくあるわけじゃないのかなっていう感じです。一定の温度じゃないのかな。暑さとか変わってきたらどうなのかっていうとこも検証していけたらなと思います。はい、というわけで気になるお値段なんですけど、こちらワイドサイズは13,000円です。Amazon で買いました。13,000円です。で、シングルだったら1万円ぐらいだったと思います。もしかしたらエアコンよりも良いのでは。電力がね、5ワットでいいっていうのが本当何回も言うんですけど、めちゃめちゃいいなと思います。ちょっとね、ミントちゃんも呼んできたいと思います。で、ミントちゃんを呼んでこようと思うんですけど、結構ね、爪がガリガリしちゃったりしたら、これ破れてね、水が出たらちょっと怖いなって思うので、上にブランケットを引いてみたいと思います。あと、ブランケットがあると、その冷たさの感じ方がどうかっていうところも気になりますね。寝てみようと思います。ちょっとひんやりはするんですけど、なんかちょっとやっぱブランケットが来たことで、さっきよりかはひんやり感がちょっと薄くなった気がします。ミントちゃんがちょっとどう感じてるかわかんないんですけどね。一人だとねシングルでいいんですけど、ミントちゃんがいるのでワイドで良かったかなと思います。そのね、ミントちゃん結構暑がりなのでクーラーもねつけるんですけど、プラスでねこれがあるとより良いかなと思います。お昼寝できるね。はい、ちょっと今からせっかくねセットしたのでお昼寝していきたいと思います。で、お昼寝が終わった後、寝てみた感想とか実際のレビューをしたいと思います。それではおやすみなさい。なんかひんやりしすぎて寒くなりそう。初子チャンネル。はい、というわけでちょっとだけお昼寝をしました。全然暑さも気にならずに寝苦しくなかったし、音も静音なのでその辺がエアコンとかとの違いかなと思います。本体の機械の方に氷も入れれるみたいなので、もっと冷却することはできるみたいです。ただやっぱり今のこの季節はちょっと寝る時に寝苦しいなっていう時まだいけるんですけど、真夏になるともう空間車内全体がもう暑すぎて、たとえこのマットを引いてもここの設置面積だけ冷たいっていうだけで空間自体が冷却できるわけじゃないので、夜とかは結構涼しくなってきたりとかまだいけると思うんですけど、昼間とかはねちょっとこれ単体では暑いんじゃないかなと思います。ただちょっとまだね真夏になってないしわかんないんで、ちょっとまた真夏に検証していきたいと思います。こぼれた。これどうやってしよう。初子チャンネル。では電源を切って片付けていきたいと思います。ちょっと電源を止めて、まずは水がねちょっとどういう風に戻っていくのかな、ちょっとわかんないんですけど、ちょっと畳んだりいろいろしていきたいと思います。今ここにね置いてて、で水がね多分マックス入れたんでここぐらいまであったんですけど、今これしかなくて、こう今戻っていくのかな。電源を切って、まだここに多分水がねあるんですよ。私の紐食べてる。こりゃちょっとわかんない。ちょっと調べてみよう。なんかマットの今循環の水はちょっと戻して、またこの水を再利用したりとかしてメンテナンスみたいなのしなくていいと思ってたんですけど、なんかやっぱ異臭がしたりとか衛生的にやっぱ不衛生ということで毎日交換
かつマットも日干ししたりとか、結構メンテナンスをしっかりしなきゃいけないみたいです。ガーン。なるほど。はい、というわけで抜いていきたいと思います。どうしよっかな、こぼれる可能性があるよね。これがねちょっとやっぱり抜き差しがね大変かもしれない。硬い、やっぱ水漏れたら心配やからちょっと硬くやって。やけって言いそうになった。水漏れたら心配やけマジで。これ意外と抜き差し大変。なんか破れたら怖いし。あ、お出てきた。まあいっか、これぐらいで。これは一旦取って次に、ここがほんと大変。こぼれた。これどうやってしよう。まあ2本は入りますね。あ、来た来た。あ、来た来た。来た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 。来た来た。多分落差がないとこれ以上出てこないんで、ちょっと下に置いてみます。濡れちゃった。来た来た。はい、というわけで抜き終わりました。初子チャンネル。最初は結構値段の割に冷却機能があって消費電力も少なくてめちゃめちゃいいと思ったんですけど、ちょっと排水がやっぱりマット全体にお水がいってるので抜くのが結構時間がかかるし、あとホースのところ私結構心配性で水漏れたらいけないと思って結構ぐるーって押し込んじゃって、ホースのね抜くのが大変でしたね。まあ相対的に見てそうだな、メンテナンスというかもう排水がこう自分的には結構なんか時間かかって大変だったかなっていうふうに思います。神的にいいかってすごい思ってたんで最後がちょっとねって感じだったんですけど、総合的には星 3.5 ぐらいかなと思いますはい、というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。